ご覧いただきありがとうございます。誠もどきです。今回ご紹介いたしますのは T1 所属ペイズ選手のアフェリオス ADC です。ルーンはこちら。対面がフェイということで TP を持ってくるだろうと冷静沈着でマナを補填することでレーン戦を継続できるように。サブパスはおなじみの2つですね。そしてサモナースペルはゴーストを持っています。敵サポートはシールドブレイクを持っているレルですのでバリアの優先度が下がった結果ゴーストを選択するに至ったのだと思います。それでは試合の方を見ていきましょう。アフェリオスは非常に特殊なチャンピオン。E がない上にレベルアップで上げるのはステータス。さらには5つの武器を使い分けそれぞれ弾薬が50設定されておりこれを使い切ると次の武器を召喚します。それぞれの武器に効果があるのですが最初に持っているキャリブラムという緑の武器は AA レンジを100伸ばします。これにより元の射程が550であるため緑武器を使っている間はレンジが650になりこれはケイトリンと同じ射程。そのためアフェリオスのレベル1は ADC の中でかなり強い部類に入ります。その射程を生かして圧をかけ赤いセベラムはサステインがありますのでまだ序盤であるためそこまで大きく回復するわけではありませんがある程度これで殴ることで HP を回復していきます。レベルに先行し緑 Q を使い HP を削り敵フェイがレベル2タイミングで Q を振ってきますがこれを赤 Q で MS を上げながら回避。敵ラプターに刺さったワードでジェイスの動線が見えているためブッシュにワードを刺しガンクを警戒。順調に主導権を握ってウェーブを消しリコール。ジェイスが死んじゃうよりファームが早いことで一足先にレーンガンク CC チェーンで農地が捕まりデスしましたが死んじゃを寄せてピンクワードを守ったことでレーン戦を続けることができました。帰ってきた農地と共にウェーブを押してリコール。グラブタイミングであることから当然サポートの2人はミッドに向かいボットレーンでは1対1の状況に。何してんねんと言いたくなるほど美しい武器回し。スキルを避けウェーブをプッシュしながら白武器クレッシェンダムの弾薬を10に。ブッシュに入って敵の動きを確認しブッシュに白 Q で視界を取りながら白の弾薬を使い切ります。フェイの QQ を食らった後
マークがつくため普通なら一度下がってマークが消えるのを待っても良い場面ですが、少し挑発するように敵の間合いへ。当然フェイは E を当てに来ますが、これを前ステップで大胆に回避。フェイは E にアフェリオスが当たれば R が当たり、外れてもアフェリオスの前進を止められるだろうと R を放ちますが、そのモーションを見てからゴーストを発動するアフェリオス。ひらりとステップで R をかわして A、 青 Q、 A、 W、 A、 緑 QF、 グラビタムに武器が変わり W、 A、 Q、 R でキルを獲得。もう一度細かく見てみますが、あまりにも長くくどいため、サクッとリプレイを見たい方は9分17秒までスキップしていただくことをお勧めします。この仕掛けの布石はここからウェーブクリアをしながら白を代役10にすることで、Q を使用した際に代役を10消費することから白 Q で武器が変わるように。そしてフェイの QQ をもらった後、この絶妙すぎる立ち位置、相手としてはマークを消費したいと E で何かを打つことは確定していますが、 EQ を打つには距離がありすぎて KR 最上位体のレベルなら避けられてしまうだろう。 EW は正面から打って当たるスキルではないため論外。そうなるとこの距離感で最善に思えるのは E。 フェイがそう考える時間を作るように微細な左右ステップでほぼその場にとどまり、フェイのモーションを見てからわずかに前進し A、 全力でかわすのではなく E の当たり判定ギリギリ外までのステップにとどめ A をしたこともとんでもないのですが、個人的に驚いたのはこの後のゴースト。冷静にここまでの動きを振り返ってみれば、アフェリオスはマークをつけられた後、フェイの間合いに入っている時点で E をかわして仕掛けようとしていることは明らか。それであればフェイが E を使うモーションが見えた時点でゴーストを使うのがあまりにも安牌であると言えます。フェイ E を避けやすくなる上に、スキルを避けた後の AA も余裕を持ってスキルをかわせる分打ちやすいからです。なのにもかかわらずゴーストを発動させなかった理由として考えられるのは、バーサーカーブーツを完成させており MS が高い状態であることからゴーストを使わずとも避ける自信があること。そしてもう一つはこのレベルの細かさが要求される世界にいることだと考えます。 EE には見てからステップで対応できる。そして R のモーションが見えてから返しとしてゴーストを使い避ける。 LOL では相手の動きを予測してステップを踏んだりサモナースペルを使うということはよくあると思います。もちろんそれは基本的なテクニックとして必要なものではあるものの、予測である以上相手の動きが確定する前に行動を起こしているため、当然読みが外れれば無駄な動きをすることになります。普通ならそれでも噛み合わなかったなで済ませる話ですが、彼は極限まで読みで動くことを嫌い、相手の行動が確定してからそのカウンターとして正しい行動をこちらが始めるということをかなり意識しているように見えます。正直この場面ではフェイが EE のモーションを始めた時点でゴーストを使ったとしても結果は変わらないでしょう。しかしそんなくだらない結果論などではなく、彼がこの試合この一瞬にどれだけ集中していて、どれだけ LOL が上手くなりたいと思っていて、時間を大切に使っているのかということをたったワンプレイからでも推し量ることができる。こういった瞬間に出会った時、 LOL をやってきてよかったと強く感じられることが個人的なリプレイ鑑賞の醍醐味です。そしてこの後 AA しながらオールインファイトになることを確信して力のポーションを飲み、青 Q AA をしながらジェイスがこちらに向かってきてもおかしくないルートであることからコントロールワードを置き W、AA から敵がかわしにくいように緑 QF で弾薬がなくなり紫グラビタムに武器が変わり、先ほどの緑 Q でマークをつけているため AA をしますが、緑 Q のマークに AA した時、オフハンドに持っている武器の効果が適用されるため W で持ち替えてから AA することでグラビタムの効果が付与され、再び切り替えて紫 Q、 フェイがスネアしたことでそこに紫 R でとどめ、美しすぎるキルラインを見せてくれました。スローで見れば何をしているかを理解することはできますが、このスピード感でこれだけ複雑な動きを完璧にこなしてしまうペイズ選手のことは理解できません。その後メルと共にシンドラを捕まえ、ドラゴン前の睨み合いから集団戦に発展し、
2トレードでドラゴンを獲得。ボットに取り残されたフェイと農地が交換。この時点で上半身を含め試合全体で大きくリードしています。敵ラプター付近で敵が仕掛けてきます。先手を取られ、こちらのトップレーナーは不参加。メルが捕まり、なおかつアフェリオスがほぼシンドラにワンコンされる形ですら3-3トレード。その後アタカンをめぐって集団戦にジェイスの車線を切り、味方の前衛がアグロを引いている間に白 Q のセントリーを設置。まだ2コアですが、このセントリーと AA はすでに十分なダメージ。サクサクと HP を削っていき、4-1交換。ほぼ蹴りはつきましたが、最後にダメージチェックタイム。撫でるだけで敵は溶けていき、相手は降参を選択しました。いかがでしたでしょうか。すでにあのグダグダ語りを聞いていただいた方はお気づきかと思いますが、ほぼあのシーンを見ていただきたいだけの動画でした。今後もリプレイが集まらない時はこういった動画もあるかもしれません。どうしても耐えられないという方は低評価かコメントにてお知らせください。そして前回の動画で字幕についての質問をさせていただきまして、結果的に字幕サイズは変えないでいこうかなと思っております。ただ左揃えの方が読みやすいのではないかというアドバイスをいただきまして、中央揃えと左揃えでどういった使い分けが良いのか検索したところ、長文の場合は左揃えの方が読みやすいという記事を見て、今回は左揃えにしてみました。特に問題がなさそうであればこのままでいこうと思っております。様々なご意見をいただきありがとうございました。今後もこちらから質問させていただいた時や、もしくは何かこうした方が良いのではないかという点がございましたら、ぜひコメントで教えてください。ただこちらのことを思ってコメントしてくださっているんだろうなというものほど、長文で返信する可能性が高くなる傾向にありますので、話投げんの勘弁してくれという方は私のグダグダ長文を送りつけられる可能性があるという点だけご注意ください。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。大きにご苦労さん。